こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は ICE を使う上で必ず登場する5つのコンポーネントを紹介します。その5つのコンポーネントがエンドポイント、アイデンティティ、ネットワークデバイス、アイデンティティソース、ポリシーセットになります。まずはじめはエンドポイント。こちらは、ネットワークに接続している PC、サーバー、IP フォン、タブレットなど、デバイスのことを指します。ICE では、ネットワークに接続している数多くのエンドポイントの様々な情報を管理しています。一覧に表示されている MAC アドレスをクリックすると、その MAC アドレスのエンドポイントの詳細な情報が確認可能です。このエンドポイントを使用しているユーザーの名前、エンドポイントの OS の種類、エンドポイントに割り当てられている IP アドレス、エンドポイントが存在している場所などが確認可能です。次は、アイデンティティ。こちらは、エンドポイントを使用しているユーザーを識別するための情報になります。ネットワーク接続の際に MAB、Mac Authentication Bypass と呼ばれる Mac アドレスを使用して認証を行ったエンドポイントの場合、アイデンティティには Mac アドレスが使われます。では、アイデンティティの一覧からトーマスさんをクリックしてみます。すると、トーマスさんが使用しているエンドポイントの一覧が確認可能です。次は、ネットワークデバイス。こちらは、エンドポイントがネットワークに接続してきた際に、ICE に対してエンドポイントの認証を要求するルーターやスイッチなどのネットワーク機器になります。ルーターやスイッチは受け取ったユーザー名やパスワードなどのクレデンシャルをそのまま ICE に転送して ICE 側でクレデンシャルが正しいか確認します。そして ICE はクレデンシャルの認証結果をルーターやスイッチに返信します。ルーターやスイッチは ICE から受け取った認証結果をもとにエンドポイントのネットワークへの接続を許可するか拒否するかを決定します。ICE はネットワークデバイスとして登録されていないネットワーク機器からの認証要求は拒否するので、ICE を使用したいネットワーク機器は、ネットワークデバイスとして ICE に登録しておく必要があります。試しに、ネットワークデバイスの設定を見てみると、ネットワーク機器の IP アドレスが登録されていることが確認できます。また、ラディウスやタカクスプラスのやり取りで使用される共通のパスワードである PSK、プリシェアードキーも設定されていることが確認できます。次は
アイデンティティソース。こちらは、ICE がユーザーやエンドポイントのクレデンシャルを検証する際に使用するユーザー名、パスワード、MAC アドレスなどの認証情報が格納されている場所になります。ICE をこれから勉強していく上で、最初に使用するアイデンティティソースは、ICE がローカルで保持しているユーザー名、パスワードのデータベースであるインターナルユーザーズになります。試しにユーザーアリスの設定を見てみると、ユーザー名、パスワードに加えて、メールアドレスなど、様々なユーザー情報を設定可能なことが確認できます。インターナルユーザーズ以外にも、多くのアイデンティティソースが存在します。先ほどもお見せしたこちらのエンドポイントの一覧は、インターナルエンドポイントズとも呼ばれ、WAV と呼ばれる MAC アドレスを使用した認証の際に参照されます。これら以外にも Azure AD やレガシーな Active Directory など外部のサーバーをアイデンティティソースとして登録して使用することも可能です。最後はポリシーセット。こちらは ICE の一番重要な部分です。今回の動画ではポリシーセットの概要を説明します。ポリシーセットの詳細は次回の動画で解説します。ポリシーセットの中には2つのポリシーが存在します。1つ目のポリシーがオーセンティケーションポリシー。こちらはネットワークに接続してきたエンドポイントのクレデンシャルを検証する際に、どのアイデンティティソースを参照するかを定義します。MAV の場合は、インターナルエンドポイントズを参照。.1x の場合は、インターナルユーザーズを参照といったことを定義します。2つ目のポリシーが、オーサライゼーションポリシー。こちらは、ネットワークに接続してきたユーザーやエンドポイントに対して、どのような権限を割り当てるかを定義します。チーム1の社員の場合は、VLAN10 を割り当てる。チーム2の社員の場合は、VLAN20 を割り当てる。といったことを定義します。最後、まとめになります。ICE を動かすには、最低限、エンドポイント、アイデンティティ、ネットワークデバイス、アイデンティティソース、ポリシーセットの5つの基本コンポーネントを理解しておく必要があります。次回は、今回概要だけ説明したポリシーセットをより詳細に解説するので、興味のある方は、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。